この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。終わり？急に脈絡のない何かすごいのが出てきたな。一体どういう風に絡んでくるんやろ、ストーリーに。まだその、なんか、目的がつかめんがやね。全体的な像というか。扉を開けると、教会堂は程よく冷房が効いていて、生き返った心地がした。他の生徒はまだ登校していない時間帯にもかかわらず、歩いてくるだけでシャツの中が少し汗ばんでいた。この教会で冷房設置されとるんや。この構造ですげえな。おはようございます、サイスさん。お待ちしてましたよ。お前、翻ったスカートじゃなくて、もともとその丈なん？変態すぎるやろ。いうことよ。どういうことだってばよ。おい。今朝は葵さんに昨日の報告をするため早めに来たのだ。アーデルハイト・フォンベルクシュトラーセに今のところ特に不審な点はなさそうです。お、ゲッシュ類が主人に同意するようにうなずいている。お前は昨日いなかったろ？無論、調査の邪魔にならないよう小羽さんがゲージ入れていたからだ。ゲージなんだ。彼女の信仰についても不審な点はないということですか？はい。彼女はルーテル教会でバプティズムを受けた可能性が高いと思います。え？あいつのいい加減すぎる作法を思い出し、さすがに小羽さんを振り返ってしまう。こんなに一目でわかるん？すごくね？だが彼女は自信ありげに微笑んでいた。でもなんか言うとったもんな。所作で、なんかその宗教感がわかるみたいな。特に気取った風もなく、普段通りのお祈りをされたようですし、かえってわかりやすいの極みでしたね。なるほど。ちなみにルーテル教会とはプロテスタント・ルター派のこと、ベルクシュトラーセ公国の国教でもある。なんかこうなんて、やっぱいいわ。最初は、実は最初に福音を自称したのもこのルター派なのだ。なので誤解のないように付け加えておくが、当然ながらルターと現在の、福音派ファンダメンタリズムとは全くの別物である。つまり不審な点はないということになる。お祈りの癖もドイツ文化圏に属するものでした。毎日することですから、どうしても周りの人に影響されてしまいますし、別の宗派から影響を受けているようにも見えませんでしたね。さすがだ。俺は思わず舌を巻いていた。普段おっとりしているようでも、こういうところは、到底太刀打ちできそうにない。そしてなぜか月種類まで得意げに胸を張っていた。お前メスなんだよな。そうですか。小羽が言うなら教会も信用してくれるでしょう。ありがとうございます。ついでにですけど、姫君が居眠りされている隙に一応帽子の中も確認しておきました。ひょっとして図書室の時か。すごいな。なるほどな。ファンダメンタリストの女性の中には生涯髪を切らない者が少なくない。はあ。隠れ信者の場合でも一房切っていない部分を残す場合があるのだ。それを帽子の中に隠すみたいなこと？へえ。しかしまさか王女相手にそこまでしていたとは。小羽さんもなかなか肝が太い。もちろん
不審な点はありませんでした。以上のことからも、あーちゃんさんとファンダメンタリストにそれほど深い関わりがあるとはとても。まあ確かにあの王女様にはカルトのイメージはそぐわない。小羽、今の時点で主観を持つのは危険ですよ。ですが、もし彼女がファンダメンタリストだとして、仲間の写真を見て知り合いと言ったのだとしたら、明らかにただのうっかり発言ですよね。そんなうっかりさんがお祈りの癖まで完璧に隠せるなんて矛盾してる気がします。それは。葵さんが言葉を詰まらせる。だがふと怪げそうに俺を振り返った。サイス君、先ほどから黙っていますけど、ひょっとして言いたいことがあるんじゃないですか？そうだね。どうやら発言の機会を待っていることに気づかれたらしい。俺はまだグレーだと思う。ほー。サイスさん、どうして？はっきりとした口調で告げると、小羽さんは目を丸くした。それはギフトによる判断と思っていいんですか？待ってください。一つ確認しておきたいんですけど、サイスさんのギフトは相手が自分は善行をしてると完全に思い込んでる場合でも黒判定を出せるのでしょうか？なるほど。善意の第三者みたいなやつか。小羽さんがそう聞くのは、それがカルト信者にありがちな傾向だからだ。だよね。自分たちは世の中を良くするんだっていう、ピュアな心のもとで人を殺したら、それは善行なのか、悪行なのかっていう話だよな。彼らは反政府活動さえ正義の行いと信じている。可能だと思いますよ。ほーん。白黒の判定は当の本人どころか俺自身の感覚ともずれてますから。へえ。けど昨日あんだけ接しとったのに全く見てなかったってのはないよね。勝手に見えてしまうって言っとったから。ね。おそらくは別の何者かがその基準を決めているのだろう。例えば神か悪魔がだ。俺はただ何者かが出した贈り物を受け取っているだけに過ぎない。ああ。だからこの力は能力ではなくギフトなのだ。でもグレーと言ったのはギフトで判断したわけじゃないよ。小羽さん、アーデルハイトが白ならそのうっかり発言がそもそもおかしいんです。なぜカルトに知り合いがいるのかって疑問は消えないでしょ？ええ。でも、例えば、早く学校へ行きたくてついた嘘とか。なるほど。ホテルの中で引きこもるよりはいいと思う人もいるかもしれません。でもあいつならサボれる方が喜ぶんじゃないかな。アーデルハイトは授業中には爆睡し、お祈りも食うことさえ面倒がっていた。説明を省略されて困惑したこともある。王女じゃなければ引きこもりになってそうなやつだ。うっかり発言さえしなければ合法的に引きこもれたはずなんです。少なくともファンダメンタリストたちの目的が判明するまではね。だからむしろ黙っていた方があいつらしい。つまり？うっかりなんかじゃない。カルトと知り合いというのがただの事実だからじゃない？
もちろん、サイス・トシナリと知り合いだったことも俺の判断に影響している。トシナリそっち系なん？だが俺にギフトを与えたものが、もしも神様なら奇跡、悪魔なら魔術とみなされてしまう。同じ力を持っていたトシナリのことはまだ話さない方がいいだろう。教会に関わる二人には、カルトはただの知り合いから、友人にでもなって、最終的にはアーデルハイトを回収させてしまうのが目的とも考えられるでしょう。なら今はまだカルトの影響を受けていないとしても不思議はない。ひとまず俺たちはもう少しの間王女様の近くに控えておくべきじゃないかな。私たちで護衛をするということですか？カルトの目的がどうであれ、接触させなければ問題ないはずです。なるほど。白でも黒でも、もちろんグレーでも、それが一番無難の極みかもしれませんね。同意を得てひとまずホッとする。なんせ、もともと本職の SP がついているのだ。俺たちの護衛などどこまで必要性があるかわからない。だが俺は、トシナリのことをもっと知りたかった。話を聞き出す機会が作りやすくなるならそれで十分なのだ。いずれにせよ、ファンダメンタリストと王女を接触させるわけにはいかないでしょう。もうそれだけで王族にとってはスキャンダルなのですから。ただ護衛ともなれば危険も伴いますよ。もともとアーデルハイトの真意を探ることだけが目的だったのだ。葵さんは首を突っ込みすぎるには反対なのだろう。心配しなくても無茶はしないよ。いざとなったら本職に任せて逃げるつもり。俺も荒事は苦手だからね。だといいんですけど。疑いの眼差しを向けられるものの、ここはとぼけておく。ともかく3日後にはグラーフィン・アーデルハイトの歓迎会が開かれます。そこで姫君にも賛美歌を披露してもらう予定なんです。本人からいまいち想像できないが、確か、天使の歌声と呼ばれているんだったが。その前後は特に気をつけた方が良さそうですね。だけど小羽も無茶はしないようにするんですよ。なぜか一瞬小羽さんはちらりと俺を意識したらしい。それはもちろん。いとこの答えに満足したのかどうか、葵さんもそれ以上は強いて反対しなかった。学園の仕事があるらしく、そのまま一足先に戻ってしまったのだ。さて、俺たちも行きましょうか。サイスさん、少しだけいいですか？控えめでありながらも、どこか決意のこもった声だった。念のため、私の考えをお伝えしておきたくて。はい？やはり、あーちゃんさんはファンダメンタリストではないと思います。勧誘があったとしても、傾倒はしないでしょう。正直、全くの同意ではある。だが、小羽さんも護衛へつくことに賛成してくれたのではなかったのか？彼女には、カルトへ傾倒する人特有の暗さがありませんから。そういう人は、目がキラキラしてるのに、笑っていても笑顔に見えない。まさたかお前のことじゃねえのか。目が笑ってないのともまた違って、キラキラしているのに、どこか閉じていて暗いんです。ヒュー。おそらく宗教に関わる者として何度も同じような人を見てきた経験から来るのだろう。小姉さんは悲しげな目になる。神の教えとカルトは同じ聖書を用いていても全く別物です。
俺もそう思いますよ。単に考え方の違いがあるだけなら、宗派の一つで済むんでしょうけど、まあ。大体が時代錯誤なんでしょう。俺に言わせれば宗教自体がもう時代錯誤なのだが、さすがにそこまでは言わなかった。そうですね。ファンダメンタリストの女性が生涯髪を切らないのも。お前もなかなか長い髪しとくけどな。聖書が記された2000年以上も昔の価値観に基づいたものですから。しかも彼らはその無茶苦茶な価値観を現代へ蘇らせるべく国家を相手に戦おうとしている。正気の沙汰じゃありませんね。まあ、女性に対する考え方が変わってきたのは意外に最近のことですからね。例えば、ベルクシュトラーセ公国で女性の参政権が認められたのなんてたった30年前のことなんですよ。王族でさえ女性には継承権がありませんでしたし。こんなに最近ですか？ヨーロッパの国はもっと進んでいるイメージだった。議会はあっても政治は国王がやってくれるものという感覚が未だに生き残っている国なんです。だからせっかく参政権を得ても実際に投票へ行く女性は少なかったみたいですね。初の女王が誕生した13年前、ようやく風向きが変わってきたそうですけど。なるほど。古々しき、前時代の伝統を今も継承する数少ない国。ファンダメンタリストにはそう映るのかもしれない。彼らに目をつけられても不思議はないというわけだ。ただ、女王誕生には相当いざこざがあったみたいです。あーちゃんさんのお父さんが本国へ送還されたのも、そのとばっちりのようなものだったそうです。王位につくのは男性であるべきと？はい。そこにつけ込んで、カルトがまずその娘である第三王女を回収させてしまおうというのは、いかにもありそうな話なんです。おそらく隠し子に過ぎないアーデルハイトの父親が王位へつくには障害が大きすぎたのだろう。だが連中に、王家に入り込む隙を与えてしまった可能性はあるということか。教会は最悪、世界に初めてファンダメンタリストの国家が誕生してしまう可能性もあると警戒しています。でも、2000年前の価値観では、女性の地位は極めて低く、わざわざ回収したがるような女性は、もともと少ないはずなんです。神の前には人は平等。福音が聞いて呆れますね。神の言葉に忠実と言いながら、スタートの時点でもう世界の半分を敵に回しているわけか。もともとカトリックでも、女性が教職に就くことは認めていませんけどね。あ、そうだった。シスターは今でも司祭や司教のような上位の、教職にはつけない。葵さんは特殊な仕事を担う仕事上、特別の権限を与えられているそうだが、正式な地位まで認められているわけではなかった。別にカトリックに限ったことではありませんけどね。世界中ほとんどの宗教が原理的には女性聖職を認めてない場合が多いですから。日本人にとって馴染み深い仏教でさえ、女性はたとえ尼さんになっても必ず地獄行きとされています。聞いたことがありますね。でも、それを即差別と決めつけるのは早計の極みです。どうも小羽さんのよくわからないスイッチを押してしまったらしい。そこから彼女の宗教談義が始まったのである。当時の人たちは男女差別という考え方自体持っていなかったはずです。それでも世界中の宗教家が普遍的に同じような考え方をしているのはむしろ興味深いの極みでしょう。
他にも聖職者に結婚を禁じるのも同じく普遍的ですよね。私はそこに理由があると思います。なんか思想が強くなってきたな。つまり古代の社会では女性は聖職者になるより子供をたくさん産むべきと考えられていたんです。ああ。確かに、女性がみんなアマやシスターになってしまったら人類は滅びてしまう。一方で男性には継承問題がありました。なんやこれ。初体が許されるのは家を継ぐ長男だけ。次男以降は婿養子になれなければ独身の方が当たり前という国や民族は多く、その時代は長かったのだという。なんか思想入ってない気のせい。貴族はもちろん農家でさえ継がせる農地がない場合、下の子供をどうするかは厄介な問題だったんです。でもこの話がこのフローラブの、世界観を語るにおいてベースとなる話だから、まあ必要な問答というか話というか知識ではあるんか。でも教会へ入れてしまえば跡目争いを未然に防げるという面もあったんでしょうね。なるほど。そして一旦聖職者になってしまえば男女の営みは禁じられる。つまり継承問題はまたついえるわけだ。男の俺にはそれはそれで過酷な人生と思えてしまう。でもそう考えると、社会システムとして優秀だったのかもしれませんね。はい、まさにその通りの極みです。しまった。つい同意してしまったせいで小羽さんの弁がさらに熱を帯びる。また続くんだ。すげえな。継承権を持たない男性に対し当時の社会は女性以上に厳しく、彼らにこそ救いが必要だったのでしょう。ですがやがて社会が大きく変化し、宗教組織もまた変化していきました。だから今ではもう社会システムとしての役割はほぼ終えてしまったと言えるでしょうね。これからの教会にはよりリベラルな対応が求められるんだと思います。いつの間にか俺の頭部へ移動してきたモーセが懸命に手を打ち合わせていた。月種類のくせに器用なやつだ。なんか小羽さんのこういうところは葵さんとも血のつながりを感じてしまう。ありがとうございます、モーセ。つまり今後の教会は人々の精神的支柱というもう一つの役割をいえ、わかりました。よくわかりましたので、その辺で。おそらく小羽さんは将来シスターになるつもりなんだろう。だから彼女なりにいろいろ考えがあるのかもしれない。だが、意識的なのかどうなのか。初の女王、男女差別、継承問題、跡目争い。今回の件とも関わりがありそうな部分も散りばめられていた。そうですか？まあ要するに受け皿だったということでしょう。男女平等の結果、おそらく現代では女性にも当てはまってしまう。継承権もない、結婚もできない。そういういらない子たちが最終的に行き着く救いが神様のお膝元というわけです。身も蓋もねえこと言うな。ならばカルトというのもあながち。サイスさん。急に小羽さんが俺の手を握ってきたのだ。まさしくその通りだと思います。だからこそ知っておいてほしかったんです。神は恵まれない者のことも平等に愛しています。あえて原理があるとすれば、愛による救いこそ唯一無二の真理なのだと。小羽さん？ファンダメンタリストは現代社会を否定しています。社会の主流から外れて孤独になることを選ぶ人もいるから必要とされてしまうのでしょうね。だからサイスさんがおっしゃろうとした通り、あながちその存在は否定できないんだと思います。
続きを言い当てられ、とっさに言葉が出なかった。俺はブラックなジョークでごまかそうとしただけなのだ。だが、小羽さんはどこか寂しげに瞳を濡らしていた。でも私は、サイスさんには孤独を選んでほしくないと願っています。何よ。まさか小羽さんは俺がカルトに傾倒するとでも？あるだろ。お前にも閉じた暗さがあると言われたようでドキリとしてしまう。そうではありません。けど、サイスさんは時々、孤独であることを選ぼうとされます。少し脱線してしまった部分もありましたが、教会も決して古い価値観にとらわれているわけではなく、社会の現実と向き合おうとしているんです。無茶な価値観を押し付けるのではなく、必要な救いを与えられるよう努力してきたつもりでいます。本当は、そういう話をしたかったんです。そんな、考えすぎですよ。俺は神様だって本当には信じていない。少なくとも人類を救ってくれるような偉大な存在だとは微塵も思っちゃいない。なら俺なんてカルトの方がお断りだろう。サイスさん、私はどんな時もあなたの選択を尊重するつもりでいます。それには秘密を持つことも含まれます。だから追求はしません。一体何のこと？サイスさんはあまり積極的にあーちゃんさんと関わりたくなかったのでは？すみません。私にはそういう風に見えていたものですから。まさか、俺がアーデルハイトの護衛を提案したこと、他にも理由があったと気づかれていたのか？その上で提案に乗ってくれたとでも？思い過ごしならいいんです。けどそれでも、孤独ではないと覚えておいてほしかったんです。少なくとも私は、サイスさんを必要としているんですから。小羽さん。小羽さんが握る手にキュッと力が込められる。いつかでいいんです。あなたがずっと胸の内に秘めていることも告解してほしいと思います。私もその重荷を受け止められる準備はしているつもりですから。だから何のことかわからないよ。それは嘘だ。俺も本当は何を求められているのか分かっていた。それでも小羽さんは俺を焦らせないように気を使いながらも時々こうして国会を求めてくるのだ。かつての罪を告白するようにと。ですからいつか。私でなくてもいいんですからね。やはり俺はこの人のことが苦手だ。話すべきでないことまで口にしてしまいそうになるから。